にちは。今回は先週第10話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。夏子が悲劇のヒロインポジになっちゃった。農民のくせに投擲うまいな。村人つえじゃん。お前らも戦えよ。村人の戦闘能力すごくね。これで結局ルークやミオチか。ルークさんブチギレ覚醒待ったなし。ルークボイドか不可避。これは闇落ちする。このまま1週間待つのか。闇落ちしちゃった。なかなかにえぐいな。やばい、破滅に向かってるの面白すぎる。こいつら力合わせたらボイド殺せるやん。なんで今まで戦ってないねん。勇者の雇用を奪ってはいけないのです。飲まれた先のホワイトホール世界に行くのかな。ポケモンロケット団のセリフを思い出すから。強いなこの町人。普段から何人か兵士としてボイドと戦えよ。弓じゃなくて手であの槍を突き刺さるほど投げられるのは余力が半端ないと思う。メメルンたちが召喚しようとしてるものが何かの救いになるんだろうか。ドブを蘇生させるんちゃう。身体錬成は禁忌だけど土偶の復元なら許されるんだろうか。絵に描いたような器いだったな。ためかいなんだろうけど。デスティニーが筋肉で何とかしてくれると思う。今期のアニメで一番続きが気になるわ。オリジナルはこれがあるから切りにくい。最後が残念な方に転ばないと良いが。さて、精霊会議する手もあるからって先生も言ってた。やっぱりストーリーは変えられない方向で終わってしまうんだろうか。ハマーン監督の決めた流れは変えられないって展開だけど、それを主人公が全集する話なのは決まってそうではある。ああ、一番最悪の状態になったやん。ボイド化したら奇跡で元に戻せてももう信用は戻せないぞ。それこそラブラブ天狂犬のような他全てを吹っ飛ばしてハッピーエンドを見せつける展開じゃないと。今期のダークホース見ててよかった。これどうあがいても他人の作品なんだし、結局改変させない監督の方が正しいオチにしかならんよな。それでも自分がルークを愛してるから救いたいとか言い出して、なぜか監督が悟ったかのような面して許すんだろうけど。スランプの作家に批判が集中する比喩かな。絶望王だね。絶望感しかね来週は夏子出番なかったりするのかな。次回何通サブタイ。来週も使いっぽくてどうまとまって終わるのか期待。眼帯メメルンかっこいいなとか思ってたのもつかの間で、ひたすら重苦しい展開が辛くなってきたわ。このままではルークがボイド化してしまう。どうするんだろう。ユニオと一緒だから何かありそうだけど、どうなるんだろうな。ボイド教信者結構強いの笑った。思ったより使いだったな。ただ 9J 復活しそう。面白えな。クライマックス感出てきたわ。やっぱオリジナルうまいわ。マッパメメルンダが組み立てて出たの何。ミンシューとボイド教信者が協力して戦えば普通にボイドに勝てそう。待って辛すぎる。終わりに向けて畳みかけてきたな。これはもう一緒に飲み込まれたユニオが希望の星だよ。夏子もユニオもいなくなったらルークマジで超空洞ボイドになっちゃうんじゃ。とんでもない展開になってきたな。まさかこうなるとは。ユニオが消えてもシメメルンの命と引き換えに 9J が蘇ったら同じ道になる。怒涛のシリアスすぎて全く処理が追いつかない。やっぱり滅ぶべくして滅ぶんやな。予想の数倍やべえ展開になってきてんだが、これ一番ダメなパターンじゃねえか。もう絶望しかねえルークヤミを授業読みだし。人間の醜さが詰まってる。先週を無視れー。早く続きを見せてくれー。元のストーリーでもぶっちゃけ守る価値ない人たちだったのに、勇者だからって守ろうとしてたルークがすごすぎただけなんだよな。親友と初めて特別な感情を持った相手を同時に失ってしまった。暫定の辛すぎるじゃろう。メメルン、夏子がイグジストの供給してくれないから今度は自分で二次創作しちゃうぞって思ってるからこその行動だと信じていい。
滅びゆく物語通りのうつ展開になってきた。ずっと広瀬夏子の可愛いところを見ていたいのに、構成的に次回あたりで逆転が始まるか。滅びゆく物語、本当に最初から滅びゆくのは決まってたってことなんで、そして長老たちはそれを分かってたってか。よし、これは11話で落とすまで落として12話で逆転勝利するやつだ。勝ったなが母。これ現実世界の映画公開前まで戻って映画そのものを改変しないと無理なのでは。ルークお前超空洞ボイドになっちゃうのか。ジャスティスのルークをどうにかできるのは夏子だけが。ここから聞いてきそうだけど、サブ隊が絶望で提供がルークの闇を違うなの。徹底的に追い詰めてやるって気持ちが強すぎるだろ。あっという間すぎた。ここで終わって次回放送まで待つの辛すぎる。早く続き見たい。 QJ が復活したらきっと希望のある展開が来ると信じるぜ。どうすんだこっから。夏子とユニはどうなったんだ。メメルンたちは何しようとしてるんだ。禁断魔法とか言ってたが、クライマックスに近づいているのを感じる。どのように決着をつけるのか予想がつかないから今後がまた楽しみ。ナインソルジャーは滅びゆく世界に少しでも希望を持つための存在、つまり滅びゆく世界を救う存在ではないのか。これは意外。夏子は右腕をやられユニオと共に消え、ルークは民衆に剣を向けた。そしてルークは闇落ち。メメルンたちは教団とは別に動いてるように思うけど、夏子があっという間に裏切り者と救世主という正反対の立場に祭り上げられていくところがむっちゃ怖いな。今回のボイドは前回夏子が描こうとして捨てたものが元になってたようで、夏子が描いたものがボイドになって襲ってくるというのは一体どういうことなんだろうという。とりあえずユニオ自爆のフラグは折れたか。ボイドが倒されたらどこに消えてんだろうと思ってたけど、あれが実は現実世界に戻るゲートなら夏子は戻れるが、ユニオお前どうなるんだ。前話まで楽しそうにしていたルークが見せる絶望の表情がなんとも。初恋の人を失った彼はどうなってしまうのか。一方でメメルンの意図は以前のようなくらいそれではないのかもと思ったり、夏子が来たことによる良い変化が次回見れるのだと信じて待つ。原作通りうつ展開の方向に戻ってゆく物語。主人公への誤解、闇落ちしそうな状況を個人的に嫌いな展開をありったけぶっ込んだような回で泣き、先々週くらいまではトンクしてたくらいだし、あんま考えなくて済んでたけど、うつエンドありえちゃうのでは。次回が気になりすぎる。考えたらさ、こんな最低な世界を描いた滅びゆく物語って、どの年齢層に需要があると思ったんだい。教えて監督。あ、夏子に需要があったのか。てか町の人よ、その勢いで毎回ボイドを攻撃しろや。命中率高いじゃないか。戦闘によく隠してただろ。生死でデスティニーがかばうシーンをうちら視聴者も知ってる分、あの辺りの軌道修正がどうなるのかハラハラさせられる展開しててうまいなあ思った。見ていても息が詰まったけど面白かった。来週も気になる。楽しみ。面白いけどあまりにうつてなしな状況で見届けることしかできないな。そもそもナインソルジャー自体が希望を託される遺恨でしかなかったという真相自体が絶望で、ここから形勢逆転となるとウルトラ C しか残されてないような、なるほどと思えるクライマックスにできるかどうか。滅びゆく物語に夏子が転生した世界線で彼女がやってきたことは何だったのだろうか。本当に何をしても無駄ならそれは夏子自身の否定を意味する。夏子は自身の存在意義をかけて描かなければならないところなのだが、絶望という名の自習が怖い。人類が滅ぶまでの時間の見せ方がとても辛い。夏子を裏切り者の象徴とされるのはひどくないか。彼女は何のためにこの世界に来たんだ。この耐え難い状況をボイドをバグとして表現されるのは何なんだ。生きる表現は宗教的何かで見せられて戸惑います。予告の絶望という文字がきつい。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。こ
このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。